ヤッホーとしきです。今回は海外情報を含めエコーのサブステ幅全解説ということで、今回は皆さん気になってるだろうエコーのサブステータスのところありますよね。通常攻撃アップとか共鳴効率アップとか、あそこにつく全ての能力値とその幅をね全部解明してきましたのでご紹介したいと思います。いやマジでね、海外2期の動画見たり X 活用したりしてめちゃめちゃな勢いで探してきたんで、参考になったら嬉しいですね。よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速今作名調のエコーのサブステの付き方について概要をお話ししていきたいと思います。今回紹介していくサブステータスというのはここのメインではなくて下のここですね。通常攻撃アップとか共鳴解放アップとか、ここの欄に何がつくかというお話になっています。でここには何がつくのかというとこちらになってます。攻撃力系とか実数もあるんですけど、攻撃力、防御力、HP で共鳴効率、共鳴スキルダメージ、共鳴解放ダメージ、そして通常攻撃、銃撃、さらにクリティカル率とクリティカルダメージと結構なね種類がつくようになっています。いやマジで種類が多いんで本当に底なし沼ですよね。で後でスライドで説明するんですが、例えば通常攻撃ダメージアップ 10.1% で、こちらは通常攻撃ダメージ 9.4%、 間が 0.7% ありますよね。でこれはクリティカルも 0.7% ずつ上がるんですかっていうとそういうわけではなく、それぞれの項目によってちょっとずつねばらけてるんで、この後紹介するスライドをねしっかり見ていただいてスクショしていただいても全然大丈夫なんで、その自分のついたね値が高いのか低いのか、まだ全然ね厳選するタイミングではないと思うんですが、うわーこれめっちゃいいやつじゃんとか分かるだけですげえ嬉しいですよね。でさらに重要なのがこれコスト1、コスト3、コスト4全てにおいて同じような値で同じような幅でつくようになっています。なのでコスト1だったらクリティカルダメージこの次が上がり幅少ないんだよなとかそういうことはなく、コスト4とコスト1、もちろんコスト3も全てにおいて同じような付き方をするので、ぜひそこは安心してもらって大丈夫です。またここにつく全ての要素は実数値以外を除いて全て8段階設定されています。8段階あるっていうんで結構幅も広くなってますからマジで沼ですね。いやー楽しい楽しい。で今回どうやって検証してきたのかというと、ここについてる数字ですね、それぞれ8段階もあるって言ったんですけど、マジで愚直にというかとてもシンプルに国内海外問わず全ての SNS、YouTube とか Twitter とか駆使して目視で数字を確認してきましたんで、ほぼほぼ 100% に近い感じで合ってると思います。さあ皆さんのエコーについている数字は高い数値なのか低い数値なのか、それではお待たせしました。いってらっしゃい。はい、まず一番最初は皆さん超気になってるであろうクリティカル率とクリティカルダメージについて紹介していきます。おおむねこのような8段階になっていて、クリティカル率は 6.3% から始まって 0.6% ずつ増えていきます。それに代わってクリティカルダメージは 12.6% スタートで 1.2% ずつですかね、最大 21%、 めちゃくちゃ強いですよね。で一応このスライドのような感じで最小の値と最大の値だけ目視で確認してきた数値の画像を一応置いておきましたので、これもね一応参考にしてみてください。ということなんで、マジでこの沼をうまく駆け抜けることができればエコー全部で5体装備しますから、クリティカル率は全部でエコーだけで 10.5×5 なんで 52.5% 盛ることができるんですね。でクリティカルダメージはこれのかけ5なんで 21×5 で105ですね。すごい数値になりますよね。これからいろんな武器ガチャが来て武器にクリティカル率がつくのが強いかなって感じになっていくと思うんですけど、もしもモチーフ武器で攻撃力がサブについてたりする武器の場合は、最近言われてるカカロくんなんか、最適のコストの配置が44111とかって言われてたりするんですね。それで44のところにメインのエコーのところにクリティカルとクリティカルダメージを置いてとかって考えてるんですけど、この結果から見てマジで沼を駆け抜けることができれば、武器にクリティカル率がついてないとしてもここで結構盛ることができるんで、いやーでも無理かな、これ結構つくのきついと思うんで、無理か。そこら辺の采配はね皆さんがどれだけ厳選成功したかによるので、ちょっと話はそれましたがね、クリティカル率とクリティカルダメージ、これ最大数をかけ5にしたやつが最大エコで盛れる数字になるよっていうのは覚えておいてください。続いて2つ目、攻撃力系を見ていきましょう。左側から攻撃力パーセントが 6.4% からスタートしてマックス 11.6% が確認されています。それに対して攻撃実数はさっきも言ったんですけど、実数値は8段階あるのではなく、だいたい4段階ぐらいかなって感じが確認
できました。まあ実数はね、原神やってる方ならわかると思うんですけど、結構置いてけぼりな数字ですよね。わあ、実数ついたって感じで、まあここはね、厳選もう一回やるかって感じになりますよね。それに対して攻撃パーセントは 10.1% とか 10% 台がつくようになってますんで、運が良ければ、まあそれが5個つけばですけど、50% ぐらいはエコーで盛ることができるんで、まあそうですね、攻撃力 10% 台がついたらもうラッキーって思ってもいいんじゃないですかね。続いて3つ目は防御系見ていきましょう。防御パーセントと防御実数ですね。防御力パーセントは 8.1% からスタートして、マックス 14.7% まで確認できています。まあここは皆さんね、攻撃とかクリティカルついてほしいところなんで、うわ、防御かって思うと思うんですけど、意外と原神でいうところのノエルみたいな、防御力依存で火力が決定するキャラも今回の名帳にはいます。例えば演武のおっちゃんとかね。なので、まあ防御力 12.8 とか 13.8 とかついたら、一応取っとくのをおすすめしますかね。火力を目指していて途中で防御力ついてもなって感じなんですが、もしも初手に 13.8 とか 14.7 ついたら、お、これは演武のおっちゃん用じゃんって気づいてもらえれば嬉しいですね。今後キャラがどんどん増えていって防御力依存のキャラも出てくると思いますから、まあ一応防御パーセントも要チェックですね。そして右側防御実数は同じく実数系なんで40、50、60、70と4段階に分かれていました。まあ防御実数はね、捨て数値かなと思うので、これが出たらね、もう一回頑張って厳選しましょう。はい、続いて4枚目のスライド、HP 系ですね。HP パーセントは 6.4 からスタートして、マックス 11.6% まで確認できています。まあ、主にこれからヒーラー系ですね。白紙とか HP 依存でパーティーの回復量が決まったりとかしますんで、これもね、初手で HP11.6 引いたら、あ、結構いいやつじゃんって思ってもらえればって感じですね。まあ基本的にはスルーされることの方が多いんですかね。ただ、また原神と比べて申し訳ないんですが、原神よりも HP パーセントはついてもそこまでなんか残念な感じしないかなと思います。もちろん火力を追い求めるのも大事なんですけど、結構アクション激しくて敵の攻撃強いですよね。さっき紹介した防御もそうなんですが、ちょっとこちらも HP 高くとか防御力高くして硬くしていく必要が、まあある人もいると思います。アクション苦手な方は HP 上げといた方が安全ですし、ただ火力を上げた方がバトル自体がね、早く終わって、そもそも被弾する確率も少なくなるよっていう説もあるんで、そこはまあお好みでって感じですかね。まあとりあえず HP で 10% ぐらいがついたらラッキーな方だと思ってください。で、こちら HP の実数はさっきと違って、こちらはね、8段階確認できました。320スタートで580ですね。まあでも実数なので、全然ね、580増えてもそんなに嬉しくはないんで、ここもまあ捨て数値なのかなと思います。そしてスライド5枚目、共鳴効率と共鳴スキルについてですね。共鳴効率は 6.8% スタートで 12.4%。で、共鳴スキルは 6.4% スタートで 11.6。これも再三お話ししてますが、例えば共鳴効率 12.4% が厳選に成功して4個か5個ついたとします。そうすると49% とか 60% ぐらい盛ることができるんで、この後紹介する共鳴解放のダメージバフもうまいことついていけば、すごい勢いで共鳴解放バン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 打っていくことができるんで、これね、めちゃくちゃ強いと思います。というのも僕結構配信とかでも言ってるんですけど、今回は共鳴解放って結構強めなスキル多いよね。なので原神とか他のゲームよりも共鳴効率は結構大事な数値なんじゃないかなと感じてます。なので厳選するにしても結構いいとこ狙っていきたいので、まあ、11.6 がついたらもう御の字、12.4% ついたらもう宴ですね。マジでラッキーだと思ってください。続いて共鳴スキルもまあうまくいけば 50% ぐらい盛ることができるんで、名調の共鳴スキルって結構クールタイムが短い子がいたりするんで、バン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 打ってとてつもない火力を出していくみたいなコンボができそうですよね。なんですがキャラによってこれは共鳴スキルダメージ扱いになりますよ、銃撃ダメージ扱いになりますよとかね、結構細かく添付というかそれぞれの能力値を上げる画面で確認することができるんで、まあ、厳選する前に自分のキャラがどのダメージを一番伸ばした方がいいのかっていうのはね、確認する必要があるかなと思います。スライド6枚目ですね。こちらでは通常ダメージと銃撃ダメージを紹介していきます。両方とも 6.4% スタートで 11.6% が最高値になっています。ここは両方とも数値一緒なんで覚えやすいですよね。特に銃撃ダメージは 10% 以上ついて、今人気の起源だったら共鳴解放後の攻撃は全て銃撃扱いになりますんで、ここを持ったらめちゃくちゃ強くなると思いますね。まあそうでなくても通常ダメージバフついてくれればいつでもね、その基本的な火力っていうのは上がりますんで、ボス戦以外とか探索中に通常ダメージバフがついてると結構嬉しいかなって感じてますね。まあ狙うべきは両方とも 10.1% 以上ついたらって感じですね。まあ何回も言うようですが、まだまだね全然厳選しなくてもいいと思いますんで、リソースが余ったらぜひね 10% 以上目指してみてください。そして最後7
スライド目ですね。共鳴解放のダメージバフについて 6.4% スタートで 11.6%。ここら辺で気づいた方いると思うんですが、攻撃パーセント、通常銃撃、共鳴スキル、共鳴解放は全て同じ数値からスタートして同じ幅で推移していくので、結構覚えやすいかなと思います。主に攻撃系の数値は結構同じ数値でいくんだなって1個覚えてしまえば他にもね、参照することができますんで、ここはね、かなり覚えやすくていいかなって感じしました。共鳴解放ダメージバフについては、今バージョン 1.0 の状態でカカロが結構優秀に働いてくれますよね。キャラ固有の能力で共鳴解放ダメージとみなしますっていうのが結構ね、たくさん書いてあったんで、カカロをメインアタッカーにしている方はね、ここは 10% 以上はちょっと厳選していきたいかなって感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。海外情報を含めエコーのサブステ幅全解説でしたが、いやーほんと改めて沼の深みが分かりましたよね。マジでやばいな、厳選。ちなみになんで演武のおっちゃんでエンディング迎えてるのかというと、このキャラはバージョン 1.0 では珍しく敵の強心度、赤炉とかソウル系でいうところの体感ゲージですね、それを削り切ると敵をダウンさせることのできるゲージなんですが、それをね大幅に削れるっていうキャラになってるんですね。で今めちゃくちゃ育成してみて、防御力依存でそれが決まるんで、防御力めちゃくちゃ厳選してるんですよね。のでもしもこの演武のおっちゃんが強心度すげえ削れてボス戦でめっちゃ役に立つんだったら動画で紹介したいと思いますんで、ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。これからも原神の経験を生かしてどんどん動画出していきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。